それでは、第2回大株主対談を開催させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は第2回ということで、当社の大株主であり、個人投資家の方である五味様にご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。弊社からは CFO の野村と IR の私が、出席をさせていただいております。それでは、早速なんですけども、最初のセッションに移っていきたいと思います。後ろの画面が変わっているかと思いますが、最初のテーマはこのテーマにしたいと思います。まずはですね、バイオ企業に関わらず、一般的にどのような点に着目し投資されてきたのか、これを五味様にご解説、ディスカッションさせていただけたらと思います。まずは五味様、お願いいたします。私は、はい。小型株ばっかり投資してるイメージは強いかもしれないんですけど、はい。大型株も多少は理解していて、で、ただ、次の四半期決算とか、1年後の決算に関しての、調査力とか精度に関しては、いわゆるプロの機関投資家の人たちにはかなわないなとは思っていて、それよりももう少し長い目、まあ、2年、3年、そはい。れ以上っていう先の時にどのぐらい利益が出てくるのかなっていうのを、ある意味想像しながら投資をしています。これはゴミさん、すいません。本日は改めましてありがとうございます。お越しいただいて。ゴミさんのポートフォリオって、ちょっと拝見すると、いろんな会社、我々、ネクセラ持っていただいて大変嬉しいんですけども、他にもいくつもヘルスケアの会社さんだったり、あと普通の機械系の会社さん、あるいはサービス系の会社さんいらっしゃると思うんですけど、これって全部やっぱり同じような視点で、今みたいに少し中長期、2、3年後の利益なり成長なり、ここはもうどの銘柄も変わらないっていう感じでご覧になられてるんでしょなんか、必ずしもそうとも限うか。らなくて、その時に人気のある株の理解とかもあすることはあるんですけれど、ただそうですね。ただ、たくさん株数買うのは、やっぱり先を見た投資が多いです。ちなみにその時に注目される、この会社は伸びそうだなとか、いや、ここは伸びそうに見える。注目されてるけど実は違うんじゃないかなみたいな。ここの見分け方というか、コツみたいなものっていうのは何か頭にあられるんですか？そうですね。見分けがつかないこともあるんですけど、2年後、3年後とかにここは伸びそうだなっていうのを少し早めに買っておく。うーん、で、その後に後からその機関投資家の人が買ってきて株価が伸びるっていうのを期待しながら買ってはいて、うーん、で、実際それでうまくいくこともあれば、なかなかうまくいかないこともですうかね。ーん。なかなかうまくいかない場合とかですと、やっぱりちょっと早すぎたとか、いや、やっぱりテーマ違ったんだとか、何か分析されることとか。そうですね。早すぎたりとか、分野が違ったりとかもありますし、あとは、もう少し持続的に、なんですかね、業績が伸びていくあと思っあ、た時に伸うびていかん、ずに、うん、なので、機関投資家の人たちが途中で入ってきて株価上がるんですけど、あの、機関投資家の人たちが売り終わった後に業績も悪くなって、また株価がしぼんでしまって、なかなか株の売り買いに困るっていうケーうスも、ん、時々ありまうす。ん。やっぱそこの見極めはゴミさんレベルでも、だから難しいっていうので、私ちょっと若干今、うん。安心したところがあったんですけど。そうですね。もうわかんないんで、うん、昔は、10社投資して、1社でも10倍になれば、残りの9社ダメでもいいよねっていうふうには思って投資している時期もありました。うん。今はそこのお考えは、昔はっておっしゃったってことは少し変わられたっていうことですか？もう少し打率を上げていこうみたいな方針なんでしょうか？そうですね。もう少し打率を上げたいのと、あと、なかなか、なんですかね、10倍、一つの銘柄で10倍っていうのが難しいのうで、ん。もうちょっとなんですかね、2、3倍の会社を、いくつか取ってきたいっああ、なるほどですね。ていう一方で、バイオベンチャーに関しては、本当10倍とか、うそうです。ん。それ以上とかを狙ってほしいな、っていうかね、狙いたいなとは思ってうます。ん。うん。ありがとうございます。
じゃあ、早速次のテーマで、今、バイオベンチャーっていうお話もいただいたと思うので、ぜひ、次は、バイオベンチャーやネクセラファーマに投資されている背景、こちらもお伺いできたらなと思っております。よろしくお願いいたします。まあ、バイオベンチャーに関しては、昔ですね。自分がブログに書いたのは、短期で株価が動くので、はい初心者は手を出すなという自分なるほどでブログで書いていて、ブログやられてたんですねはいっていうところちょっと突っ込みたくなっちゃうんですけど、すいません。はい、このままで。はい。で、ただ、そうですね、ネクセラに関しては、ヘプタリス買収によって、ちょっと日本のバイオベンチャーの中では、まあ、一つ頭を抜けたなってういう印象ん。がありまして、で、まあ、1兆円とかを目指すというか、はい。目指せる会社の中の、まあ、うん最有力候補かなというふうには思っていました。嬉しいことです。これ1兆円っていうのはちなみにまあ、霧のいい数っていうのはもちろんあると思うんですけども、やっぱりバイオベンチャーって我々やってる側からすると、まあ、いつかは大手ぐらいになりたい。我々もよくその意味で1兆円とか1.5兆円。まあ、大手から中堅からやや大手の時価総額って目標にしちゃうことが多いんですけども、やっぱりそういう感覚で1兆円っていうイメージになるんでしょうか。そうです。まあ、知名度のある大手製薬メーカーさんって、まあ、大体もう1兆円超えてうるので、ん、まあ、一つのうん、目安かなとはうん、思います。もちろん、数千億円ぐらいの、まあ、製薬メーカーさんもいるんですけど、やっぱり海外では多分あまり知名度がなうい。ん、うん、国内ではすごい知名度あっても、海外ではなかなか、思うように活躍できてない会社があるので、1兆円いくにはやっぱり国内だけじゃなくて、海外でもまあ認められる必要があるかなとは。うん。じゃあそうなるとやっぱり海外でも認められるっていうことを考えるとそのぐらいにはもう行ってるはずだっていうのは逆説的にそうなのかなっていうのは我々もすごい納得感のある数字なんですけれども、一方であの、まあ、いくつかやっぱり国の政策とかバイオベンチャーですと、で、国内の環境って我々の中でも議論があって、我々はちょうどイギリスと日本半々ぐらいでやっているので、あんまり国内だけに、依存しているというわけではないんですが、そこのところでゴミさんのところで国としてとか、このテーマとして、日本のヘルスケアっていうのは投資すべきかどうかっていうところになんかお考えみたいなのってあられるんですか？もともと、製薬メーカーで大きな製薬メーカーがある国って、うん。10もないんですよね、世界に渡しても。で、そうですね。その中の一つが日本なうん。ので、当然、次世代、次の世代を担うような製薬メーカーとかバイオベンチャーが日本から出てくる必要うん。があるうん。んですけれど、その一方で、もう年々増えていく医療費を抑えるために、うん。製品価格はちょっとブレーキを国が、ブレーキをはい。踏んでいる状況で、なかなかなんですか、アクセルを踏みたいけどブレーキも踏んでうん。る。で、なかなかうまくいってないのが現状かなとは思ってます。うん。ちなみに、小見さんはもともとお医者さんをやられてたっていうところをお伺いしてるんですけども、やっぱりそこのところっていうのは現場でも、例えば新薬がなかなかアメリカであるものが入ってこないとか、やっぱ国の医療費政策でこれだとちょっと難しいなとか、なんか個人的にお感じになられたこととかっていうのはありますか？そう。まあ、大きな意味ですごい困ることはなかったんですけれど、日本では保険適用っていう、うん。この病気にはこの薬、で、はい。逆に言うとこの薬はこの病気にしか使っちゃいけないっていうのが厳しすうぎて、ん。で、本来なら、効くような病気に対しても保険が通ってない、まあ、認可が通ってないから使えないってことが多々あっうて、ん。でその辺は、海外の方がもう少し柔軟うん。うん。うん。なるほどというですね。話は聞いています。ちなみにそういった、まあ、あんまり不満は感じられてないものも、やっぱりドクターとしてやられた経験があられるっていうのは、
ゴミさんが結構ヘルスケア系に、そうは言っても多く投資していただいてるっていう背景には少しあられるんですか？ご自身のご経験とかも、ご自身が、我々からするとね、お医者様ですごい現場のことも分かってらっしゃるので、そういったところを少し投資判断にも結びつけてらっしゃるのかななんて勝手な想像をするわけなんですけれども。あんまり、なんですかね、そうですね、投資先として日本の製薬メーカーとかバイオベンチャーってあんまり魅力的だとは思わなかったんですうけど、ーん。ただ、オプジーボで小野薬品さんが、すでに大きかった会社がさらに株価が何倍にも上がるっていうのをうん見ていて、これはその第2、第3のチャンスはあるかなっていうふうには思いました。うん。そうですよね。我々も現場で見てると、薬一つ当たるか当たらないかだけで、もうべらぼうに会社の評価がやっぱりね、変わってしまう。さっき実は控室でゴミさんとも少し雑談してたんですけども、アルツハイマーの、エーザイさんの薬とかも、多分我々が、ちょうど M1 とか、やってた時にはすごい話題になって、振れ幅大きく、エーザイさんの株価が動いたりとか、それだけ一つの財とか一つの化合物の、インパクトが大きいなっていうのは、さっきすみません、ちょっと雑談をさせていただいてました。そうですね。で、あの、スカリンの化合物でカルナバイオはい。はい。ですね、アメリカの会社が、最終的に1兆円超えて買収されたんですそうですかね。はい、もう2兆円近い額だったと思います。はい。で、あれ、ああの、あれを、だから超えるような存在になれた可能性もあったんですけど、やっぱりカニクイザルのうん、あの、なんですかね、で、し試験が中止してしまったりとか、そういうのがあったので、なかなか遅れを取ってしまったなっていう印象が。あの時はね、我々も多分外部から見ていた。私もまだそれネクスラ入社前ではあったんですけれども、あれさえなければ、かなり時間としては、3年ぐらいは、うん。短縮できたかなというのと、やっぱりそうですよね。カルナーセラピューティクスとちょうど同じぐらいの時にね、開発を多分我々やっていた。これが多分大体2016年とか7年ぐらいの今お話だったと思うんですけれども、どうしても我々サイドってその時大手さんにライセンスしていたので、どうしても大手の都合に、うん。少し左右されてしまうみたいなビジネスモデル。これ多分後でゴビさんとの会話の中でまた戻ってくると思うんですけども、そこの、致し返しというか、研究開発が変わらない代わりに、かからない代わりに、そこのコントロールが自分たちにない。一方、カルナさんみたいな会社は、自分たちコントロールして、むちゃくちゃ赤字掘るけど、それで加速して、突き抜けていくっていうのは、やっぱちょっと、やり方が、日米なのか会社ごとなのかってあると思うんですけども、少しそこはその時は我々当時、外からですけれども、歯がゆいなというふうに、思って見てたところでは正直、ありますね、それは。カルダさんも、もともとムスカリに注目され始めた時って多分時価総額で300億とか、そのぐらいだったので、それが2兆円近くで買収されるっていう多分めちゃくちゃ大きいし、カルナさん自体でもムスカリンぐらいしか多分、なんかなかったパイプラインなかったんですね。ですよね。そうですおっよね。しゃる通りです。うん。だから、こっちはさらにパイプラインいくつもあるうん。んで、もうそれを超える金額うん。で買収されるようなことも、なんか可能性としてあり得たのかなっていうふうには思う。うん。そうですよ。ありがとうございます。今、もうネクセラの話をしていただいてるかなと思うので、もうこのテーマにそれぞれ移って、そのままディスカッションを続けたいと思うんですけど、改めてですね、ネクセラファームの今、特に期待されていること、これパイプラインの話でもいいですし、マネジメントのような話でもいいですし、ごめさんの中で今、ネクセラの何に期待されているのか、この辺を発言いただけたら嬉しいです。お願いいたします。そうですね。ネクセラ社はそのパイプラインがやっぱり一つではないので、一つがうまくいかなかったとしても、何度もリカバリーできる、何度も挑戦できる会社で、あとは一つでもうまくいけば、割と、なんですかね、うまいように転がっていくような会社かなとは思って。
それはあれですかね。やっぱりこう、我々もちょっと社内で心苦しいというか、まだ生みの苦しみの最後の土地だなって思うのが、やっぱりまだ承認された薬ないじゃないか。今、ギリギリフェーズ3が今走っていて、まあ、これがもう最初のものになってくれると、すごい期待はしてますけれども、やっぱそういったところが一つこう、コロって変わると、まあ、さっき300億円の会社が、まあ、ね、1兆円、2兆円で買収されるっていう彼らの話いただきましたけれども、まあ、そういったところで評価変わるといいなっていう、そういうふうに受け止めて大丈夫です。そうですね。そのカルナのパイプラインみたいのをいくつも多分作れるポテンシャルはあるので、あとは、一つ一つのパイプラインにお金をたくさんつぎ込める環境まで持ち込めるかどうかだと思うんですよ。なるほどですね。なので、例えば、M4 がうまくいって、お金が入ってくるようになったら、それをどんどんまた次の化合物にお金を入れて、はい。で、まあ、その中にはだから200、300億円ぐらいのそのパイプラインの価値が、ひょっとしたらもう1兆円になるようなパイプラインも今後出てくるかもしれないので、そういうところに期待してます。ありがとうございます。これ本当にまさにね、まあ今ネクセラ UK で、まあもともとヘプタレスっていう会社でしたけれども、イギリスの研究所でも非常に近しい議論が行われていて、多分我々のバイオベンチャーとしての特徴で、中の人間忘れちゃいがちなんですけど、GPCR やっぱターゲットの数がむちゃくちゃ多くて、で、しかもまだ未着手なものが、まあ、4分の3からまあ3分の2ぐらいありまして、ここにやっぱすごいポテンシャルがある。で、一方でこれ、自分たちで全部やりましょうって言っても、到底回りきらなくて、まあ、それでいろんな人たちにライセンスしちゃってるっていう、多分あれまだその1周目のライセンスアウトして、じゃあそれどうなるんだっていうのを多分他の人たちがやってくれてるっていうところだとは思うんですけども、まあ、これがおっしゃっていただいたように、まあ、今ね、M4 の本当に我々も期待してますし、もしかしたら日本のその事業っていうところも、もしかしたらじゃないですね。まだ、クビビック発売、1年経ってませんから、立ち上がりが少し遅く見えてるかもしれないですけども、この辺が出てきたら、それこそここは、自分たちの融合だっていうパイプラインに、フェーズ2、あるいはそれ以降まで、投資していくっていうのは、これはもうバイオベンチャーとして、宿命的なところなのかなというふうに思ってますし、ただその時に日本でこう、赤字ずっと掘りますっていうのはやっぱりちょっと許されないかなっていうのは、個人的に、ここはご意見も伺いたいんですけれども。サンパイロさんとかは、すごい掘ってても、頑張ってたじゃないですか。確かにですね。なんですかね、違い。これはなかなか苦しいご質問で、そうですね。やっぱりサンバイオさんがどうかっていうのはあると思うんですけれども、テーマ性があるかっていうのは、低分子か、新しいモダリティ、新しい再生医療とか、っていうところの違いとかもあるんですか？都築さんも補足があればですけど、我々は少しそれはあるかなとは思ってます。例えば2013年とかですと、黒字も赤字も関係なく、のべつ幕なくバイオベンチャー上昇して、あの時多分再生医療の、それこそちょっと控えてまたそれも話してた再生医療新法と、早期承認制度ができて、株価が吹いた時でしたけれども、ああなってくると、もう皆さん多分関係ないですよね。で、別にサンバイオさんそこからね、ずっと、その後上場されてうまくいってらっしゃると思いますし、直近でも再生医療ベンチャーって、大阪万博とかを機に少し評価が高まるような局面もあったと思うんですけれども、やっぱああいうところと、ちょっと我々からすると、いや、我々地味だけどちゃんとやってるんだよなっていうところの、少しバリエーションギャップは、歯がゆい思いで見てることは、正直はありますね。鈴木さんありますか？でも僕も本当に同意見なんですけど、やっぱ彼らが上場してきて、やっぱ10年近く経ち始めていて、やっと申請、そして承認とか最終試験終わりますっていう段階に来たので、評価されているってことあるのかなっていうのと、やっぱりパイプラインが少ないので、やっぱ評価をしやすいっていう観点も一つあるのかなっていうのは、往々にして感じるところかなと思います。どうですか？でも今の文脈だとやっぱりゴミさんの期待値としては、そのネクセラに中長期的には自分たちでどんどんパイプライン、自分たちの手で育てていってほしいって、そういう方向性をおっしゃってらっしゃいますよね。そうですね。やはり見てると、大手製薬メーカーと提携しても、なかなか大手製薬メーカーがなかなか臨床試験に進めてくれないとか、
場合によっては途中で中断というか、開発が滞ってしまうことがあるので、まあ、できれば自分たちで開発していっていただいて、で、ファーストインクラスの新薬を次々出していけるのが、理想の姿かなとは思っていて、ただそのために、やっぱりもうちょっとお金を稼げたらいいなっていうので、M4 の成功とかがそういうきっかけになればなっていう、そうですね。はい、ふうには思ってます。ありがとうございます。おっしゃる通りで、我々も何度も提携解消には苦しめられましたし、で、あと直近ではね、他のバイオベンチャーさんで急に切られて、これ辛いだろうなっていうのを我々も外から見てて思うことあるんですけども、やっぱり大手企業のその都合というか戦略、コロコロ変わるところがあるので、それに早く左右されない会社に早くなれよっていうエールだと一応受け止めて。そうですね。受け身よりも主体性を持って開発進めていけるのが理想です。僕、野村さんに逆にこの点聞きたいんですけど、だからこそニューロクラインにしたんですよねっていうのをちょっと聞きたいんですけど。そうですね。そうね。我々やっぱり痛い目かなり見ていまして、大手だとすごいポートフォリオもいっぱいあるし、難しいんですよね。大手の方がみんなちゃんとやってくれるし、販売力も強いから、ライセンス先としていいんじゃないか。確かにそういう側面もなくはないんですけど、彼らのその戦略の、切り替え方。例えばですけど、我々昔先ほどの M1 の話に戻ると、アラガンっていう会社に投資してて、アラガンがアッピーに買収され、で、アッピーとしてはそれをいらないというか、要は優先順位から外すって言って帰ってきて、で、だけどそこから数年してみたら結局アッピーって、それと同じような、セレベルっていう会社の M4 作動薬買収して、もう我々のと比べ物にならないようなね、1兆円超える額で買収したんですけども、それ残念ながらうまくいかなかったんですけども、こういうふうにコロコロというか、変わっていっちゃうんですよね、戦略が数年単位で。こういったところを考えると、ニューロクラインっていうのは、我々の時、実は5社ぐらいでビットしていて、ライセンスアウト先の候補で。で、ニューロクライン以外にも大手2社、ニューロクラインかそれと同じようなところで2社、で、あともう1社がベンチャーキャピタルって5社とやってたんですけども、どうしてもニューロクラインが、そこのコミットメントが、読んで字のごとくというか、ニューロサイエンスに特化した会社ですから、これは、また帰ってきたら、もうね、先ほど3年遅れたって話ありましたけども、また時間を無駄にするっていうのはすごいあれだったので、あの時はそういうことで、やっぱそこを選んで、正しかったと良かったなと思いますし、ゴミさんにもなんとかね、期待に応えて、その収益を、次の成長に結びつけていきたいなというのは、はい、非常に思っているところでございます。ニューロクラインの時は、他社のそのムスカリンが少しうまくいき始めてた時期なので、正直もうちょっといい条件で契約できるんじゃないかなとか思ってはいたんですけど、ただ今その後の進捗見てると、もう彼らはすごいやる気で、もう第2、第3、M4 もM4 プレパリング。そうですね。そうですね。はい。とか。プレファリングアゴニストとか、はい。出してくるぐらいなので、すごい力の入れようで、これは、やっぱ契約金だけじゃなくて、やっぱりちゃんと責任持って進めてくれる企業と提携できてよかったなというふうに僕は思ってます。ありがとう。あんまり内部の話をするとあれですけど、やっぱ本当に馬もあったというかね、今でもすごい仲いいですし、絶対カンファレンスに行ったら、ビジネスライクなミーティングね、提携先だから設定するっていうよりは、ちょっと一緒にね、話しようよみたいなカジュアルなこともありますし、あと当時のチーフメディカルオフィサーだったティム・タスカーっていうのが、実はその後あまりに親和性がありすぎてニューヨークラインに行っちゃったりとかです。そのくらい仲良くして、進めてますので、本当にそう、提携先として良かったですし、本当に彼らもよくやって、全員振りしてくれてる。ちょっとこっちが心配になるぐらい、ムスカリンポートフォリオ本当に全面押し出しですねっていう感じで言ってくれてるのは、パートナーとしてはすごい嬉しいですね。あれだけでもあれですね、ムスカリンでポートフォリオを組めて攻められる会社ってもう他ないので、はい。はい。めちゃくちゃ面白いことができるんじゃないかなというふうに期待しました。どうやって株主さんに伝えていったらいいかな。そこが難しいなと。ありがとうございます。では、続いての
セッションテーマにも移りたいと思います。続いてのテーマは、先ほどにも少し被ってしまう内容かもしれませんが、現在のネクセラファームをどう評価されているのか。これは、過去の評価も踏まえながら少しお話しいただけると分かりやすくなるのかなと思っているので、過去どういった面を評価していて、それが変わっていて、今どういう評価をされているのか。これは事業だったり、そして経営陣に対してもあると思うので、このあたりディスカッションできたらと思います。まずはお願いいたします。そうですね。最初にヘプタレス買収前は、ウルティブロ、シーブリ、その他、いくつかあった状況ですけど、なかなかその、ウルティブロ、シーブリを売った後の次の展開が見えないので、なかなか投資先としては厳しいなっていう印象だったんですね。で、そのぐらいまで僕もなんかバイオベンチャーとかほとんど株買ったことなくて。そうだったんですはい。か。そうなんですよね。さっき、もう、やっぱ短期で株価が動きすぎて先も読めないし、っていう中で、ただ、ヘプタレスを買収して、この創薬基盤みたいのをしっかりして、次から次へとこう導出したり開発できる基盤が整ったと思ったのと、あと、ムスカリン自体のそのターゲットが非常に面白いな、将来性あるなっていうので、興味を持って買い始めたんです。で、そしたら、自分が予定の株数買う前に、ファイザーの提携とかで株価上がっちゃって、最初は、なのであんまり、なんか十分買えずにもう、そのままどんどん上がっていっちゃったっていう。ちょっと細かいですけど、あの時我々も多分年の初めにヘプタレスの買収を発表させていただいて、で、しばらく提携がなくて、その後株価反応し始めたのはファイザー、年末のファイザー以降ぐらいだったと思うんですけども、じゃああの前からすでに目はつけていただいてたんですね。一回、なんか夏頃に、なんか数十万、違うな。数十万株買って、はい。で、そろそろ増資しそうだと思って買ったんですよ。で、そしたらやっぱり増資来て、で、これはと思って増資で下がったとこ買い始めたっていうところですね。なるほどですね。でもそこでやっぱ増資来て下がったからこれはと思われたっていうことそうですね。で、あの時覚えてるのは、なんか最初の増資発表した後にすごい大量の売り気配で終わったんですけど、次の日の寄りの時に多分売りが30万株ぐらいしかなくて、はい。で、自分がその30万株買い出したら、なんか値が下がんないんで、どうしようかなって思いながら、株を買う枚数を調整した覚えがあります。なかなか一般人ではあんまり経験しないような局面かもしれないですけど。でもあれは、なんかもう、狙ってた応募増資だったので、これで下がったところで買いたいなってずっと思ってたので、なるほど。っていう、なんですけど、多分十分な量買えなかったので、その時。ちなみにちょっと話題逸れてしまって申し訳ないんですけども、ゴミさん普段何銘柄ぐらいそうやってこうマークされてたりとか、いや今よくそんなチャンスに気づいていただけてたなっていうのが、自分の中でこれまでバイオを見てたわけでもなくて、ちょっと横目にね、シーブリウルティブロ終わって次何かなっていう時に、そういうチャンスをこう拾われるっていうのは、どういうことを心がけてらっしゃる？何銘柄ぐらいやってらっしゃる？大体でも、そうですね、2、30銘柄ぐらいは見てるんですけど、あの時は多分エーザイさんのその認知症の薬の関係で、その界隈がちょっと賑わった時に、創生がヘプタレスを買収するで株価が上がったんですよね。はい。で、そこで目をつけ始めたっていうところです。いや結構テーマとして当時来てたことで、たまたまちょっと横で見てたのが、たまたまって言うと失礼ですけど、かなりその後、重要な投資テーマになっていったっていう感じですね。どうですか？そうですね。なので、なんかそれまでバイオベンチャーとかは投資先じゃないなと思ってたので。さっきブログに書かれてたっておっしゃってましたもんね。そうですね。買うなっていうか、おすすめしないみたいな書いてあって、なんかまさか自分がこんなに、なんかたくさん株買って長期投資
をネクセラに対してしてるとは、なんか当時想像もできなかったんですけど、今や日本でバイを買われてる方って言ったらもうゴミさんみたいなそう。雰囲気にありますんで、なかなかわからないもんです。さっきの都築さんの話に戻りますけど、その評価のその変遷みたいのってその後でもあられるんですか？ファイザー、公募増資狙ってらっしゃって、それはこなして、で、その後、ネクセラも、いろいろ、パイプラインが進んだりとか、少し提携解消されたりとか、足元ではちょっと日本事業を買収、イドルシアにしたりとか、その、浮き沈みというか、この流れの中で、ゴミさんの中で思われることとか、評価っていうのは少し変わったりされてきたんですか？率直な意見。なんか、もともとは、2024年に売却するつもりで、2000、あれだから2015年か16年ぐらいに買い始めたと思うんですけど、なるほど。だから10年後に、10年ってか10年後ぐらい後に、日本でうまくいってる会社どこだろうなって考えて、はい。で、最終的にペプチドリームさんとソーセイが残って、どっちかなっていうのを考えたんですけど、やっぱりなんか2024年に製品化まで数多くいけてるのは、ソーセイの方がうん。より期待ができるのかなというふううんに考えて投資をしたと思います。なので途中でちょっとペプチドリームさんの方に投資しとけばよかったなとか思ったのも、ことがあるんですけど、あとは場合によっては半々に入れといて、はい。はい。ペプチドリームさんが上がった時に売って、こっちに移すとか、なんかいろいろやり手はあったのかなっていうふうに、反省点はあるんですけど。極めて率直に言ってられてありがとうございます。ただ今、足元をご覧になられると、確かに2024年に、じゃあ製品を多く上司してる。多分、うちもペプチも買収とかを除くと、元々のところからは、まだ、ちょっと残念ながら、道半ばっていうところはあると思うんですけれども、そういった意味でいくと、なんでしょう。今振り返ってみると、ネクセルの投資はどうでしたか、そこは。途中紆余曲折はあるっていうお話だったと思うんですけど。そうですね。やはりカニクイ、カニクイザルの件で M1 の開発が中止してしまって、数年間開発が進まなかったことは非常に残ああ、念でしたね。で、なるほどです。あれ、多分自社でやってれば、次の M1 を開発進めていくとか、あと M1 とは関係ないんで M4 は開発進めちゃうとかできたのかなと思うんですけど、どうしても導出先がいろいろ考えることだったので、その結果はい開発が進まなかったのがなかなか残念でした。おっしゃるとりされてる。なので、その分、なんか2024年を一応ゴールに決めてたやつが数年後にずれた感じは思いました。いや、おっしゃる通り、あの時の遅れがだいたい3年ぐらい。で、今、ニューロクラインの結果出てくるのが2027年っていう、これオフィシャルに出てるのですけれども、そうなってくると、やっぱちょうど3年ぐらいのギャップがあって、そこで製品化っていうのが狙える位置にいるので、そうですね、あの3年は、自分たちでやっていたら、カニクイザルの方は別として、M1 は別として別のコンパウンドでやる、あるいは M4 は進めるっていうのはできたと思います。なので、早く我々もそのステージに行かないといけない。そのためには、とにかく手元にキャッシュがやっぱりないと投資できないので、今のは、多分早くそのステージに行ってくれよっていう、ご指摘だと思って、受け止めさせていただきます。そういう意味ですと、日本事業の2023年にイドルシアを買収していると、そこの評価を尾木さんはどういうふうに考えられてたりしますか？そうですね。そこに関しては、すごい数字を気に入ったなっていう印象があって、リスクも少ないんですけど、アップサイドも少ない。安定的なっていうことですね。案件にだなっていうふうに思ったんですけど、ただ、何ですかね、ヘプタリスみたいな会社をもう一社買うと、やっぱり開発費がすごいかかっちゃうので、毎年赤字で。っていうのはなかなかそれもそれで厳しいなっていうふうに思います。で、うん。あとは
そうですね。イドルシアの事業で今後どれぐらいそのキャッシュ稼げるか次第だと思うん。そうですよね。いや、我々も、まあ、おっしゃる通り、ちょっとこれまでの我々とはまた毛色が違うビジネス。社内では、社内というか投資家さんにも、バイオベンチャーのビジネスが UK です。ファーマのビジネスが日本ですっていうふうにご説明している通り、だいぶ違うビジネスなので、おっしゃる通り、その、ハイリスク、ハイリターン型では日本型は、まあ、ないですよね。ただ、我々がやりたいこと比較的、なんか宣伝みたいになっちゃったあれなんですけど、ここで生まれたキャッシュをこっちに投資する。その M4 が成功する、あるいは他のが成功する。で、キャッシュが回るようになるのと同時に日本から出てくるキャッシュも当然あるので、ここをうまく合わせて、自社でもっとバリューを最大化できるように、していきたいなっていう思いは、正直ありますし、最後はでも、グローバルはどうしても、ライセンスアウトしなきゃいけないかな。ちょっと控しても話させていただくと、フェーズ3ぐらいの手前ぐらいまではいけるんですけど、今度3でじゃあ数百ミリオン、大きい疾患だと、じゃあ1ビリオンとか投資金額。ここやっぱまだ厳しいので、そういった意味でいくと最後、日本以外、あるいは APAC 日本以外はライセンスして、プラットフォームのあるこっちはこっちで収益化すると、よりバランスの取れた成長が期待できるのかなというふうに思ってはいます。ちなみにこれ、ちょっとお伺いしにくいところではあるんですけど、この今、ネクセラファーマの評価っていう意味でいきますと、ゴミさんの中で、ネクセラファーマ、株価ここまでは行ってほしいな、というのとか、将来でもいいですし、いや、さすがに今足元でもこのぐらいなんじゃないかとう。か、そうです。ちょっとヒストリカルに見てバランスが悪いよねとか、もしくはここがちょうどいい、今だったらちょうどいいのか、あるいは将来どうなんだって、この辺に少しコメントいただくことできますか？そうですね。M4 が、2層の結果が出て、あれもなんかすごい喜べるほどのものではなくて、懸念はある中で、ただうん。一応ポジティブな結果が出たのはい。で、なんかすごい株価そこから下がりすぎたのがちょっと個人的には納得いってなういのん。と、あと、あの時にその薬の容量を15ミリなのか、もっと少ない容量でとか、FDA がそのもう一回フェーズ2をやりはい。直せっていうのが一番最大のそうですね。リス懸クだなっ念でした。うん。ていうふうには思っはい。たんですけど、その辺はクリアになって、フェーズ3も始まっはい。たので、なんか事業自体はうまくいき始めたんですけど、株価が戻らないので、株価なかなか厳しいなっていう。そうですよね。あれは我々もすごい、結果自体は、そう来るかっていう結果であったのは、事実なんですけど、よく分析すると、カー XT って、コベンフィー、あれ自体も容量依存性はないっていう論文が出ていたりとか、やっぱりムスカリン自体がそういうシーズじゃないんだなと。なのでちょっとね、レンジとしては少し20が一番効いてっていう感じになりましたけれども、ここを攻めれば、フェーズ3は再現できるから。で、おっしゃる通り、今 FDA がそこを認めてくれるかどうかという一番のリスクだったのが、綺麗に取っ払われて、1対1の、20ミリ対プラセボになったので、そこはもう全く、ゴミさんと同じ思いですよね。なんであそこから株価が少し、行ったきりになってるんだろうっていうのは、我々の正直思っているところではあります。ただこういったものを中長期で、織り込んでいくものだっていうのは、でも釈迦にした一方ですけれども。そうですね。第一三共さんのエンハーツの時も、結構第一層からいいデータが出てたんはい。ですけど、うん。本当に評価され始めたのはもうアストラゼネカさんに投資してからうだと思うんでん、すよね。うん、あと、オプジーボも、第3層終わっていい結果が出たにもかかわらず、なかなか株価がうん。そんなに急激に上がらなくて、むしろ本庄先生が、ノーベル賞取ったら上がったぐらいで、そうでしたね。もう、はい。市販後にさらに株価上がっていったっうていう印象がん、強いんですうよね。ん。なので、そう、M4 も、ひょっとしたら、うまくいった後の発売しての売り上げを見てからの方が、株価は動くのかうなとん。なるほどいうふうにですね。なんか最近はちょっと思ってます。うん。確かにどこにトリガーがあるかわからわかないんないです。ですし、そうです。ベストインクラスを狙ってるってことを考えると、そこの売り上げのところがもしかすると一番わかりやすい。
まあ、指標になっていくのかなっていうのはありますね。なんかどんなに株価評価してくれなくても、マイルストーンでしっかりお金が入ってきて、売上からのロイヤリティがしっかり出てくれば、もう、株価上がらざるを得ないと思う。もう力ずくでもその業績良くして株価上げていくしかないのかなと、最終的には。ありがとうございます。はい、ぜひそこを、はい、目指せるように頑張っていきたいと思います。次のテーマ。そうですね。じゃあ、これが最後のセクションのテーマになるかなと思います。おみ様の考えるネクセラファーマの将来の姿。今少しだけ話されたかもしれませんが、あえてトピックとして持ってこさせていただいたので、このネクセラファーマの将来の姿に関してディスカッションをしたいと思います。お願いいたします。なかなか日本でバイオベンチャーは、まあ上場して終わりっていうイメージが強くて、で、上場した途端になんですかね、上場前に投資されてたベンチャーキャピタルの人が抜けてって、で、新しく誰も買ってこない。代わりにセカンダリーで入ってくる機関投資家の人も少ないっていうのは、なかなか業界全体として厳しい状況だと、そういうふうに思っていて、で、まあ、なんでそうなのかって考えると、やはり成功事例がないのが、まあ、一番大きいのかなとは思うので、まあ、エクセラ社さんには、ぜひすごい稼ぐようになって、どんどん製品化もして、大きい会社になって、まあ、バイオベンチャーも投資先としていいじゃんっていうふうに思われる、個人投資家もなんか見直すような会社になってほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。まさに我々も、ね、我々二人、もともとは証券会社で、まあそういったバイオベンチャーの株価を評価する立場にいたわけですけれども、やっぱり機関投資家さんがまあ中心でしたけれども、いいこと言うし、ストーリーもわかるんだけど、でも成功した会社あったっけ、パフォーマンス出た投資家さんいましたっけってなってくると、これとても辛い問いで、もうこれ投資家さんが多分もう悪いんじゃないんですよね。これまでまあどうしても創薬なので、打率があって外れちゃうときはあります。あるし、まあもしかすると、もうちょっと産業としてうまく、国の政策とかも含めてかもしれないですけど、できたところもあったかもしれないけど、まあそこで今のところはまあ成功例が出てないっていう状況だとは思うので、いや、ここは本当に我々がその一番手としてぜひ変えていきたいし、まあそうなってくると、まあこのセクター良くも悪くもやっぱりちょっとモメンタムチックなところがあるので、一社でも成功すると、いや、成功するんだな、ここって。だったらね、投資しとこうかって、やっぱすごい、インパクトがあるのかなというふうには、思っていますけど、鈴木さんなんかありますか、これまでの。いや、そうですね。僕も5月に入社させていただいて、ここから5ヶ月ですけど、やっぱり僕が入った背景にあるのは、バイベンチャーで大きな銘柄を作りたいっていうもとに、野村クリスマネジメントに参画しましたっていうことがあるので、ごめさんにいただいた成功事例ないことはおっしゃる通りだって、一つの成功事例をやっぱ我々の会社で作って、機関投資家さん、今でも、そうは言っても機関投資家さんで入っていただいている機関投資家さんがいらっしゃるわけですよね。で、その方々が、小さいファンドだったり、まだアナリストだったりするっていう方が多いと思うんですけど、僕らが成長して、彼らが儲かれば、そしてそのファンドが大きくなると思いますし、彼の立場も変わってくるので、よりこのセクターに投資してくださるんじゃないかなと思っていて、ファーストペンギンという言い方は失礼かもしれないですけど、そういう方々が恩恵を見て、この業界として盛り上がって成功体験のある会社が出てくるのが、やっぱしたいし、僕はそのために入ったっていうことでもあるので、ゴビン様の発言を、そのまま僕らの気合に変えて頑張っていきたいなと思った次第です。村さんかも。いや、そうですね。その通りですね。やっぱりそういう会社がいくつも日本に出てきてほしいですよね。欲しいですし、私ももともとこの会社に来たのもまるっきり同じで、やっぱりそういう会社いないと先細りに産業としてなっていっちゃいますので、ゴミさんとかですね、今いろいろな投資家さんに応援していただいているうちに、ぜひ一周サイクルを回して、で、今度は自分たちで投資して、で、より大きい収益を目指していく。アメリカのバイオベンチャー、あるいは海外で成功したバイオベンチャーがやってたことを、やらんことには、
ちょっと立ち行かんだろうというのは、本当に率直な思いでは、あります。ちなみに最後にゴミさんに伺ってしまうとあれなんですけども、ゴミさんの考えられること、成功したバイオベンチャーっていうのは、どのぐらいの規模感、時価総額時価総額。おうひいては株価ぐらいをご想像されてるのかなっていうのをちょっと、そうね。あの、でもあんまり何兆円って言うと、なんか、あれですよね。なんか社長が何兆円目指すとか言うと株価下がるみたいなことが確かに、確言かに。われたりするんですけど、あの、当然、ただ、名の通った、世界的に、世界にも通用するような日本の製薬メーカーってみんな1兆円は超えてるので、うん。その辺は、やっぱり最低限超えてほしいなというふうには思っています。はい。承知しました。し、あとは、なんですかね、また今回の GLP-1 みたいな化合物とか、そういうチャンスも今後ターゲットとして出てくる可能性があるとは思うので、そういう時にはひょっとしたらそこにすごい投資して、本当になんかリリーみたいな感じで、こう、ドカーンと会社が大きくなるみたいな、そういうのもなんか目指せるんじゃないかなというふうには思ってます。そうまさに社内では今、UK の研究は肥満に力を入れてまして、そこでいいシーズが出てくれば、当然ライセンスも検討しますけど、やっぱ自分たちで一定程度、さっきのお話じゃないですけど、フェーズ2ぐらいまで進めてくると、もう全然バリューが、もう桁が違ってくるので、そこは、やっぱり GPCR っていうターゲットやっててよかったなと思いますね。そこは、翻ってみると、ターゲットがやっぱいっぱいあって、肥満のターゲットも今回はほとんど GPCR になってますから、そういったチャンスはもういくらでもあるんじゃないかなというふうには思っています。最後になりますけれども、ゴミ様の方から、我々ネクセラの方に、メッセージといいますか、最後にコメントをいただければありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。そうですね。まずはM4 がうまくいくことを期待していて、で、それでうまくお金が回り始めたら、どんどん新しいターゲットとかにどんどん投資していって、ファーストインクラスの薬を、量産できるような会社になってもらいたいなというふうに思っています。ありがとうございます。それではお時間になりましたので、第2回の大株主対談を終了とさせていただきたいと思います。小見さん、ご登壇いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。